はい。というわけで、6日目の朝になりました。実はマサル、5日目までに食べた全ての食材の合計がたったの153キロカロリー。エネルギー不足で日付感覚も分かっていません。頭もぼーっとしてきます。しかし、まだまだ大丈夫。人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。5日飯を抜いたぐらいでは人間は死なない。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって鹿がかかってるか確認しに行きましょう。マジで頼む、かかっててくれ。全然動けるようになるのに鹿さえあればね。だってもう昨日鹿が取れてる夢見たもん。夢かよって思ったわ。いやマジで頼む。これ緊張するな。そもそもこの初めて使うくくり罠、直径が20センチほど。この広大な山の中でたまたま20センチの部分を踏んでかかるってあんまり想像できないですよね。こんな緊張するんだな。マジで頼む。一発目から取れたら大成功なんだけどね。ダメか。何も引っかかってね。世の中厳しいね。まあいいや、数日置いときましょう。この辺りから今まで一度も感じたことがなかった飢えという恐怖を次第に感じるようになってきました。鹿が数匹かかったら命に申し訳ないと一つしかくくり罠をかけませんでしたが、まだ体力のある昨日のうちに全てを仕掛けなかったのは完全に誤算でした。さてこっからは残りの体力の使い道次第。どうなるやら。一通りね、山を練り歩いていまして、想像の数倍過酷な環境だということが分かりました。とにかく食料不足がすごいです。手に入るのはムカゴ、あと数個のザクロ、ハヤ、あとはドングリ、そして渋柿。渋柿を干し柿にすることができれば1ヶ月乗り切ることができるのですが、異常に高い湿度、カビが生えずに作れるかは五分五分といったところ。かといって寒すぎて海で魚釣きするのもリスクが高い。今回は生きることが目的。俺が生きるためにできることはただ獲物がかかってくることを祈ることしかできない。寒すぎる。で、空見た感じね、そろそろ雨降りそうなんで、洞窟を掘っていきます。もうしっかりとした拠点を作っていきましょう。よし、頑張ろう。ここら辺にね、拠点を掘っていきます。まず邪魔なシダ植物を切るとこからですね。正直マシェットサムネ映えで買ったんですけど、斧とナタの両方の機能がある感じでしたね。しかもね、直径5センチぐらいまでの木だったら切れる。パワーもあるんだよね。正直ね、上の方に木があるんで、この木の根っこが張ってれば結構頑丈だと思うんですけど、この土もね、粘土質ですし、これがマサルのイメージです。洞窟の中はあったかい上に雨風が防げるんで最高の環境です。ただし作るのは超むずい。もちろん木でシェルターを作った方が楽なんですけど、もう本当に意味わからんぐらい寒いんで、なんとしても風が入ってこないものを作りたいんです。取れるかっていうところですね。一旦2時間ぐらいやって休憩しましょう。そういう感じだね。よっしゃ。おらあ、意外と硬い。上の方は柔らかいんだね。上っていうか手前だな。こんだけ掘っててさ、ミミズが一匹も出てこないって不思議だね。意外と全然入るぞ。ちなみにですね、狩猟の時って殺した生き物どうすると思います？皆さん。廃棄ね、廃棄。骨とか残るじゃん。取った動物って骨とか頭蓋骨とかいっぱい出てくるじゃん。あれどうしたらいいのっていうのちょっと気になんない？巨大な木の根が張る山を 1.5 メートル以上掘って埋めるか、家まで持ってきて焼却して破砕してそっから捨てましょうねっていうルールがあるんだけど。で、おととし俺はそうやって狩猟免許の授業で習ったんだけど、実際はもっと厳しくて複雑なんですよ。それにこんな穴掘るの無理ですからね。完全に話が変わるんですけど、逆に言えばジビエの処理場にはですね、確実に焼却機と破砕機があるわけですよ。つまり生き物を処した痕跡を完全に消すことができるわけです。と、昔はそんな黒い噂があったりなかったり。普通に木が生えてるところとかってこんなスコップじゃ絶対掘れませんし、やっぱ1メーター掘るのって無理だよなと思いながら掘ってたんですけど、でいろいろ喋ってたんですけど、処理方法に関してはかなりローカルルールがあることが分かったんで、マサルの喋りはカットしました。気になる人は自治体に問い合わせてください。
というわけで、あとはひたすら掘っていきます。もうかなりね、本気で休みとかもなく2時間ね、しっかりと掘っていきました。で、あと何時間俺は食べなくても大丈夫なのかっていうことと、あと何時間で人が入れるサイズの洞窟になるのか、そこが読めないんですけど、ここまで来たらやるしかなくなってるんですよね。待って、すごいもの見つけたわ。ちょっと見せるわ。見てください。掘ってたら、冬眠してたセミの、これサナギっていうのかな、サナギが出てきました。俺虫嫌いやから食べれないのがもったいないな。なんかすごいちっちゃいから、ここから根の栄養を吸ってでかくなる予定だったんでしょうね。すまんな。はい。まあ一応ね、頑張ってやってみたんですけど、これ深くなったらね、めっちゃ地盤が硬くて、全く掘れなくなる。ということで、こういう感じ、この感じで穴掘っていきます。いけるかな？よし、やろう。皆さんお気づきだと思いますが、下に掘ってた穴の上で穴を掘り始めたので、2時間の努力の意味は一切なくなりました。マサルの何も考えずに始めるという良くないところが出ていますね。しかしマサルのいいところはしつこく諦めないところです。日が暮れるまでに穴はできるのか。少しずつ腐葉土の層が終わってきました。着実に前には進んでいます。よいしょ、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 あら、よいしょ、あら。なんで掘るのがこんなに遅いかというと、足場が安定してないからなんですね。なんとか足をかけれる場所を作っているところですね。そう、こんな感じで掘り出した砂は足場がゆるゆるなんですよね。しかし弱音を吐いてる場合ではない。どんどんと掘り出していきます。死ぬ。はい、というわけでかなり掘りました。はい、ということでかなり掘りました。子供1人分ぐらいだったら入れるんじゃないかな。見せましょう。ちょっともったいつけようかな。こちらです。ほら、奥まで見えんでしょう。頑張ったわ。ちょっとね、さすがにまだ入るレベルではないんですけども、ここ下の方をもうちょい深くすれば全然入れますね。でも下の方がね、硬いんだよね。今マサルが掘ってる崖のイメージなんですけど、下に行くほどでかい石があって全然掘り進めないんですよね。もうちょい頑張るか。もうちょい頑張るか。やろう。早く動きようと皆さん思うかもしれませんが、エネルギーがなさすぎて本当に一歩動くのが辛いんですね。よし、頑張ろう。よし、頑張ります。よし、やろう。これが結構ガチなリアルですね。とりあえずマサル頑張れ。洞窟の中で寝袋で寝る方が断然体力が回復します。よっしゃ、やろう。マジで。これをね、永遠に外に出す作業をしていきます。永遠です。ここで入れる穴を作れるかどうかで全然変わってきます。とにかく掘るのみです。と、ここで一旦中を見てみることにしました。中はですね、こんな感じでございます。上半身だけ突っ込める状態になりましたね。もうよくよく考えたらアホやなと思ったんですけど、俺ここにね、縦に寝ようとしてたんですよ。じゃなくって、こっち側にブワーって洞窟を広げて横に寝れるようにしましょう。さて、もう掘り進むしかない。30分で終わらせよう。さて、30分でどのぐらい穴は広がるのか。ちょこちょこ地盤が緩くて崩れてるのも心配ですね。ただもう引き下がれないんだ。やるしかないんだ。これかなり大きくなったの分かるかな。右が30分前の画像なんで結構でかくなってますよね。
これ縮こまればギリ女子なら入れるかもぐらいのサイズになりましたね。大人が足を伸ばしても寝れるサイズにしまして、このままだと雨が入ってくる可能性が非常に高いので、入り口にですねすだれのようなものを作成して立てかけます。完成体はどうなるやらというところですね。いや、にしてもさ、あの穴一つ掘るのにさ、見てよこれ。これだけの土が出てくるってすごいよね。はい、ということで2時間ね、休憩してきました。昼間2時間寝るだけでだいぶ回復しますね。あったかいからね。はい、ということで、今から30分ぐらいかけて寝床をね、広くして、そっからくくり罠の仕掛けを増やしていきます。人生1個目のね、くくり罠は、難しすぎて動画撮ってる余裕がなかったんですけど、人生2個目のくくり罠はね、みんなに見せるわ。天気もね、結構だいぶ怪しくなってきて、多分明日、明後日降る可能性あるんで、今ね、一目散に作った方が良いのではと思ってね、今から全力で作っていきます。頑張ります。しゃマジで頑張ろう。拠点さえしっかりしてればね、結構なんとでもなるみたいなところあるから、よっしゃ頑張ろう。にしてももうエネルギーが尽きかけてきてる。絶対に狩猟しなければ。この作業実際めちゃくちゃきつかったんですけど、子供の頃こういう秘密基地作り大好きで、しかも電波がない環境なんで強制デジタルデトックスができて、肉体的にはボロボロなんですけど、精神的にはねめちゃくちゃ充実してたんですよ。面白いですよね。めっちゃ入り口崩れたんだけど最悪や。その代わり座れるようになったんじゃない？いや、寝転べるはず。皆さん入れたわ。まあでもあと 2,3 時間掘ればね、普通に拠点として成り立ちそうですね。とりあえず雨が降ってもギリギリしのげる拠点ができました。あとは食料ですね。俺はね本気でイノシシが取りたいんで、栗の木の下に設置していきます。というのもですね、これ反対側見ていくとこちらです。ここですね。イノシシの獣道があるんですよ。だからイノシシがここを通ってる可能性が高いわけなんで、このね栗の木の下目前に栗を置いてイノシシを捕らえると、そういうわけでございますよ。というのも3日目に採れた特大の栗を仕掛け用に残していたのだ。これでかいのだけ残しますわ。イノシシが来る可能性高いんで。はい、ということでこれがくくり罠ってやつですね。ここがねバネになってるんですけど、でこのバネの先がですねこんな輪っかになってまして、でこれを動物の足がグッと入るように調整しまして、でグッと入ったらシュイーンって閉まるというわけですね。で足が閉まるだけだと逃げちゃうんで、この栗の木とかはちょうどいいよね。こうやってね引っ掛けることができるんですけども、でここでくくられてるとそのままね捕まってしまうよっていうね、そういう仕掛けでございます。ちょっと深くなってしまってるんですけど、ここはね土足せばね地面と同じ高さになりますんで OK です。さてさて、いざ仕掛けていきましょう。これ1時間ぐらいやったんですけど、仕掛け方がまたわからなくなりました。なんで練習してこなかったんだろう俺。しかも何回もバネが爆発するからさ、めちゃくちゃ痛いんだよねこれ。みんなごめん、仕掛けられなかった。なぜか仕掛けられない。昨日はうまくいったのにな。明日リベンジしましょう。明日はもう本当にもう仕掛け作りを一番メインにして、雨宿りの場所はもうその後でいいでしょうということで5日目終了。南の海の恵みマグロをジャーキーに凝縮させた、噛めば噛むほど旨味が溢れ出る最高の一品が、ここをクリックするだけで購入できます。さあみんな、冷蔵庫にビールの準備はできたか？おつまみはマグロジャーキーで決まり。